積みプラを整理していたら思った以上に積みプラが多くて眠れない男ゆちです。最近引っ越しをしたんですが、整理をしている時、プラモが出てくる。改めて作るペースと購入ペース全然合ってないっていうことに気づきました。もうちょっと作るペース頑張りたいものです。このように僕の日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。それでは今日作るプラモ見ていきましょう。今日作るプラモは女神デバイスアスラ玉物前です。和風テイストなもの僕大好きなので、表紙を見ているだけですげえテンション上がります。アスラシリーズは僕は今回で2体目です。1体目は忍者だったんですが、忍者と比べてすごいですね。箱のサンプル写真が伝わってくるこのボリューム、期待させてくれますね。それでは早速開けていきましょう。箱の底がそんなに厚くないからパーツ数もそんなに多くない。引っ越しなのでドタバタしている僕にはぴったしなプラモなのかもしれないなんて思ってた時期がありました。なんでしょうね、ガネーシャシタラと同じぐらいのパーツ量な気がします。つまりは多いってことです。用意されているデカールもいつもとは比べ物にならないぐらいでかいですね。さて箱の中身はこんな感じ。ここからパーツを切り離していきます。切り離すとこんな感じ。この目を引く緑色の成型色、むちゃくちゃ綺麗ですね。もうこの緑色のパーツが気になりすぎて、さらに一気に組み上げていきますよ。組み上げるとこんな感じ。箱の表紙を見ていた時から思っていたのですが、なんとなくスプラトゥーンに出てきそうな色合いな気がします。っていう割にはスプラトゥーン僕は友達ん家で 1,2 回やった程度です。それでは一度立たせてみましょう。まずは素体モードからです。立たせるとこんな感じ。今笑顔のパーツをつけているのですが、僕こういう顔とても好みです。とても可愛いですね。全体的なプロポーションも良く、武装類をつけなくてもこのまま飾っていてとても映える感じがします。それでは続いて武装を装着した状態を見てみましょう。装着するとこんな感じ。いやすごいですね。横幅にぶっ飛んででかいってわけではないんですが、この大きさにコンパクトにいろんなものを詰め込み、コンパクトなボリュームを出し切ったっていう感じがします。そしてこの蛍光グリーンですよ。この蛍光グリーンが全体的なデザインをさらに良くしている感じがします。さらにこのキット、やはり色々動かせるんですよ。どこが動くのかをこれから稼働チェックをしていこうと思います。では行こう。まずは肩から。肩は肩よりちょっと上まで上げることができます。さらに肩は前に引き出すことができます。二の腕は差し込みジョイントなので回すことができます。手首は回したり、関節が一つあるので角度をつけたりすることができます。続いて武装状態で見ていきましょう。武装状態の腕はいろんな関節を生かしてなんとか動かすことができるのですが、なかなか動かしづらいです。肩パーツさえなければ腕はアスラ忍者と同じような作りになっていますので、とても動かしやすいです。それでは今言った問題の肩パーツを見ていきましょう。肩パーツの内面は二重関節になっており、渋みもちょうどよくガシガシ動かすことができます。肩パーツについているこの白いヒラヒラは差し込みジョイントになっていますので角度をつけることができます。そしてこのウイングパーツみたいなやつ、関節が一つ仕込まれているので角度をつけることができます。さらに根元はロールになっています。そしてこの肩パーツ、差し替えパーツを使うことによってスカートとして利用することも可能です。続いて頭を見ていきましょう。頭は髪の毛がまとまっているおかげで左右縦無理なく曲げることができます。髪の毛は一つ関節が仕込まれているので角度をつけたり回すことができます。フル武装状態になるとやはり少し干渉はしてしまいますが、横縦うまく首を振ることができます。頭についている耳は一つ関節が仕込まれているので角度をつけることができます。髪の毛も少しパーツに干渉してしまいますが無理なく曲げることができます。腰は無理なくひねることができます。続いて股関節。股関節は思いっきり開くことができます。続いて太もも。太ももはロールになっていますので回すことができます。そして膝。膝はいつも通り二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。
続いて足首。足首は関節が1つ仕込まれているので角度をつけたり回すことができます。続いて武装状態の股関節です。武装が少し干渉してしまうので少し角度は狭まってしまいますが、それでも結構しっかり広げることができます。太ももは素体と同じ回すことができます。膝も素体と同じく二重関節になっていますので思いっきり曲げることができます。そして足のヒール。足のヒールはこのように動かすことができるのでヒールを使わない状態にすることもできます。続いて後ろに背負っていたバックパック。この4つのスラスター1つずつに接続ジョイントが仕込まれているのでそれぞれに角度をつけることができます。バックパックを支える関節はこれ1本なので少し渋みが足りない感じがします。スラスター以外の武器は弓兵の時に使われた弓と忍者の時に使われたクナイや太刀が使われております。太刀のジョイント部分に関しましては1つ関節が仕込まれているので角度をつけることができます。次に杖。杖についている肩パーツと同じようなヒラヒラは角度をつけることができます。杖の持ち手の部分は根元で回すことができます。杖の先端の部分も同じく回すことによって少し角度をつけることができます。さらにこの杖、弓や太刀をドッキングさせることによって強化状態にすることができます。そしてさらに弓などは肩パーツとドッキングすることによって後運状態にすることができます。さてカードチェックの方はこんな感じ。今日はこの賜物前を巫女服っぽく仕上げていこうと思います。では行こう。まずは合わせ目処理から。消したい合わせ目にミスターセメント溶剤を流し込み、両サイドからギュッと力強く押し付け、中からムニュッと出てきた液体をよく乾燥させてマジックテープヤスリ800番で削っていきます。程よく削れてきたらマジックテープヤスリ1000番で仕上げていきます。続いて足首。足首は妙にパーツ分割されているのでミスターセメント SP で合わせ目を消していきます。続いて合わせ目を消しづらい部分に関しましては筋彫り銅の段落ちモールド 0.5mm を使って段落ちモールドを作っていきます。既存のモールドには筋彫りカーバイト 0.2mm で後で墨入れを行いやすくするために一度彫り直しておきます。終わったら最後にバリなどが出ているのでヤスリがけします。詰まった細かいゴミは歯ブラシで取っていきます。これで下処理は終了。一度水で塵やゴミなどを洗い流します。その後よく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアマルチプライマーをパーツ全体に吹きかけていきます。こいつでプラの腐食防止、塗装の食いつきを良くします。次にサーフェーサーエボを使って装甲パーツを灰色に染め上げていきます。そういえば冒頭でお話しした通り積みプラ溜まっております。ウィングガンダムシリーズのマスターグレードやデスクトップアーミーの2種類の設楽、他にも JK プラモとかバーザムがいたりね。お店で見かけた時にバーザム買っといたんですよ。それで動画で僕の最強バーザムを作ろうかなと思っていたんですが、もうほぼ1年近く放置されちゃいましたね。特に今はまだ最強バーザムの明暗はないので思いついたらやろうかなと思います。メインの赤はクリムゾンレッド、ローズディープレッド、ブライトレッド、アイスコバルトブルーを使って肩についている大きい装甲や手や足についている一部装甲をこいつで塗り上げていきます。白パーツはピュアホワイトにアイスコバルトブルーとローズディープレッドをちょっと足したものを使っていきます。ローズディープレッド、アイスコバルトブルー、ピュアブラックを使って腕や足のフレームなどをこいつで塗っていきます。次にピュアブラック、純色マゼンタ、クリムゾンレッドを使ってハイヒールやスラスターの一部装甲をこの色で塗り上げていきます。
次にサーフェイサーエボガンメタを使って武器パーツをメタリックに染め上げていきます。次に関節パーツやセンスなどはパールゴールドを使っていきます。そういえばセンスを武器にして戦うといえば、僕の中ではいつも歌われるものが出てきますね。戦闘になるとキレッキレな白オロさんなんですが、日常になるとたまにポンコツな感じになるの大好きです。次に杖の持ち手武器全体にガンメタルを吹いていきます。ガンメタルが吹き終わったら、この後区内などには根元をマスキングします。刃先はまた別の塗料を塗っていきます。区内などの刃先には GX ラフシルバーを使っていきます。この時ついでにスラスタの内部もラフシルバーで塗っちゃいます。次にクリアレッドを使ってスラスタの内部を赤色に染め上げていきます。はみ出した周りの部分はガンメタで染め上げていきます。次にサーフェイサーエボパステルピンクを使って肌パーツを塗り上げていきます。次にフレームアームズガールカラー FG01 と FG03 を1対1に混ぜたものを塗っていきます。塗り終わったら一度クリアのトップコートを拭いてグラデーション塗装を行っていきます。オキサレッドやシグナルレッドを使って少し暗めの肌を調色してなんとなく影をつけていきます。影をつけたのがこんな感じ。さらにこいつに100均で買ったメラミンスポンジをこすりつけて影の凹凸をはっきりさせていきます。こすったやつがこんな感じ。これを髪の毛パーツにもやっていきます。髪の毛にはライトオレンジピュアホワイトを混ぜたものを塗っていきます。髪の毛も塗り終わったら一度クリアのトップコートを拭いてグラデーション塗装を行っていきます。そしてメラミンスポンジでこすったやつがこんな感じ。この後最後に毛先に仕上げでアイスコバルトブルーを塗っていきます。さてここからは筆塗りによる部分塗装。エアブラシで塗りづらかった部分を筆で塗っていきます。まずはフラットレッドとホワイトを混ぜたものをお面に塗っていきます。はみ出した塗料はエナメル薄め液を使って拭き取っていきます。さらに少し白を強めにして口元を塗っていきます。次にタミヤ墨入れブラックを使って墨入れをしていきます。こちらも同じくはみ出したものはエナメル薄め液で拭き取っていきます。次にデカールは付属しているデカールを使っていきます。そして次にネイルシールを使ってタッチやハイヒールを飾っていきます。そして次に100均で売っている化粧品でほっぺたにチークを描いていきます。そして最後にトップコート、素体や胸パーツに関しましては艶消しオンリーで吹きかけていきます。そしてその他のパーツは全て艶消しとクリアを1対1に混ぜたものを塗っていきます。これで全ての作業は終了。それでは撮影の方行ってみよう。
いかがだったでしょうか。女神デバイスアスラ玉物前。いいボリュームでした。あまりにもギミックが多すぎてパーツを付け忘れたりとかもあったかもしれませんが、ああ、いつも通りポンコツの余地が出たんだなと思っていただければ幸いです。さて、この動画が1年目ラストの動画になります。ここまで動画を作成できたのも皆様の熱いコメントや高評価のおかげです。2年目も色々と頑張っていこうと思います。それでは今日の動画は以上。2年目もやってみせろよって思った方はチャンネル登録、熱い高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。またな。